り解説。世界一運の悪い男。日曜洋画劇場の顔。ブルース・ウィリス不滅の傑作ベスト10。ねえマリサ、最近ブルース・ウィリスのニュースを見て、なんだか寂しくなっちゃったわ。認知症を公表して俳優業を引退しちゃったけど、日曜洋画劇場でおなじみのあの笑顔がもう見られないなんてね。ああ、前頭側頭型認知症という困難な病と戦っているが、彼は間違いなくアクション映画の一時代を築いた不屈の男だ。野沢那智さんの軽妙な吹き替えとともに、お茶の間を熱狂させた伝説のスターだぜ。シュワルツェネッガーやスタローンのような超人とは違う。愚痴をこぼしながらボロボロになって戦う普通の男の魅力がたまらないんだ。そうなのよね。親近感があるというか、どこか放っておけない、応援したくなるヒーローだったわ。今日は彼の傑作をランキングで振り返るのね。その通りだぜ。ただ、今回は名シーンの魅力を深く語るためにネタバレありで進めていくから、まだ見ていない人は注意してくれよな。それじゃあ、俺たちのジョン・マクレーンの奇跡をたどる旅へ出発だぜ。第10位。ラストボーイスカウト。1991年。第10位は、1991年のラストボーイスカウトだぜ。この作品は、ブルースにしか演じられない、やさぐれ感と、ハードボイルドな熱さが詰まった、まさに隠れた傑作なんだぜ。タイトルは、才の地の正義感って感じかしら。でも、マリサが言うにはかなり泥臭い内容みたいね。ああ、全然キラキラしてないぜ。なぜこれほど評価が高いのかというと、負け犬たちの逆転劇が異常なまでの緊張感で描かれているからなんだ。当時の史上最高額、175万ドルという破格の契約金でシェーン・ブラックが書き上げた脚本は、それだけの価値がある切れ味なんだぜ。脚本だけで2億円以上なんて、当時のハリウッドでも相当な話題だったんでしょうね。具体的にどんなお話なの？冒頭からトニー・スコット監督らしい衝撃の演出が炸裂するぜ。土砂降りのフィールドで選手が拳銃をぶっ放して自殺するシーンは、初見だと度肝を抜かれるはずだ。ブルース演じるジョーも、妻を寝取られた上に生意気な娘から、カスやクソ呼ばわりされる最低の状況なんだが、元相棒のジミーと共に巨大な陰謀へ挑む姿には痺れるぜ。娘さんにそんな風に言われちゃうなんて切ないわ。でも、若き日のハルベリーも出ているって本当？そうなんだぜ。後にオスカーを手にするハルベリーが、すぐ殺されちゃうダンサー役で出ているのも今見ると贅沢だな。ボロボロになりながら戦って、最の地には屋根の上で軽快にジグを踊るんだが、あの哀愁と爽快感が混ざった幕切れは、ブルースという俳優の魅力を凝縮していると言えるぜ。ただ暴れるだけじゃなくて、家族の愛を取り戻す物語でもあるのね。だからこそ、昭和から平成を駆け抜けたファンにはたまらないんだ。まさに、俺たちのブルースを象徴する、最高に不器用でかっこいいアクション映画なのぜ。第9位。RED。レッド。2010年。第9位に挙げるのは、2010年の RED レッドだ。この映画は、若造には決して真似できない熟練の美学がぎっしりと詰まった、最高に痛快なアクション大作なんだぜ。タイトルのレッドって、てっきり色のことだと思っていたけど、何か深い意味があるのかしら？実はこれ、引退した超危険人物を意味する略称なんだ。劇中でも超危険な年金生活者なんて表現されているが、中身はブルースを筆頭にモーガン・フリーマンやジョン・マルコビッチといった、映画史に名を刻むレジェンドたちが勢揃いした、とんでもなく贅沢な作品なんだぜ。豪華すぎるわね。でも、引退した人たちが現役のエージェントと互角に渡り合えるのかしら？そこが一番の痺れるポイントだ。例えば、スピンするパトカーからブルースが平然と降り立ち、そのまま銃を連射するシーンがあるんだが、これが映画史上最もかっこいい車の降り方と評されるほど圧巻なんだ。さらに、マルコビッチ演じるマービンがあの老婆は死客だと騒ぐ被害妄想が、実は全て的中していて仲間を救う展開も、プロの凄みを感じさせて最高に面白いんだぜ。妄想じゃなくて、本物の危機を見抜いていたのね。年寄りだと思って油断したら大変だわ。その通りだ。
さらにヘレン・ミレンが純白のドレス姿で巨大な機関銃を豪快にぶっ放す姿には、誰だって胸が熱くなるはずだぜ。物語の裏には1981年の虐殺事件をめぐる陰謀が隠されているが、資料室のヘンリー役で当時90歳を超えていた名優アーネスト・ボーグナインが出演しているのも、オールドファンには涙ものだよな。往年のスターたちが、経験を武器に若手をねじ伏せる姿は、本当に元気がもらえるわね。年齢を重ねたからこそ放てる輝きに満ちた、まさに大人のためのエンターテインメントなのぜ。第8位、ルーパー、2012年。第8位は、2012年の SF 大作、ルーパーだぜ。この映画は、タイムマシンという設定を極限まで残酷に、そしてドラマチックに使い切った、ブルースのキャリアでも異彩を放つ傑作なんだぜ。ルーパーって、直訳すると輪を作る人って意味だけど、殺し屋のことなのよね。どんな仕組みでお仕事をしているのかしら。いい質問だ。ルーパーは未来の組織から送られてくる標的を、指定の場所で待ち伏せて即座に射殺する処刑人なんだ。なぜこの設定がすごいかというと、ルーパーには自分の30年後の自分を殺して契約を終える、通称ループを閉じるという過酷な掟があるからなんだぜ。自分の将来を自分の手で終わらせるなんて、そんなの怖すぎるわ。でも、もし未来の自分が逃げ出したりしたらどうなっちゃうの？そこがこの映画の最も衝撃的な部分だぜ。過去の自分が傷つくと、未来の自分にもリアルタイムでその影響が出るんだ。例えば、逃亡した仲間の指や鼻を現在の時間軸で切断していくと、未来から来た方の肉体がボロボロに欠落して崩壊していく描写は、まさに息を飲むほど凄惨だぜ。逃げても過去の自分を人質に取られているようなものなのね。でも、ジョゼフさんとブルースさんが同一人物って、ちょっと無理がないかしら？そこは安心してくれ。日本人アーティストの和弘による特殊メイクで、ジョゼフの顔をブルースの若い頃に驚くほど似せてあるんだ。物語後半、ブルース演じる未来の自分、年老いたジョーが、将来の犯罪王レインメーカーになる子供の指導を抹殺しようとするんだが、そこで現在のジョーが下した決断が圧巻なんだぜ。一体、どんな方法でその悲劇を止めたの？自らの胸を撃ち抜いて自殺することで、未来の自分を消し去り、復讐の連鎖というループを断ち切ったんだぜ。シドという怪物を生まず、母親のサラを助けるために自分を犠牲にする。単なるアクションの枠を超えた、魂を揺さぶるような深い人間ドラマなのぜ。第7位、アンブレイカブル、2000年。第7位は2000年のアンブレイカブルだぜ。この作品は、シックスセンスの監督とブルースが再び組んだ、静かで深みのある異色のヒーロー映画なんだ。ブルースがヒーロー役なのね。でも、派手なアクション物とは少し雰囲気が違うのかしら？ああ、なぜこれほど評価が高いのかというと、ヒーローの誕生を極めてリアルなサスペンスとして描いているからなんだ。物語は、乗員乗客132名のうち131名が死亡した悲惨な列車事故で、デビッドだけがかすり傷一つ負わず生き残るという衝撃的な場面から始まるんだぜ。なぜ自分だけがという実存的な問いが、物語を深くしていくんだ。かすり傷一つないなんて、本人も信じられないでしょうね。そうなんだ。そんな彼の前に、生涯で94回も骨折したミスターガラスことイライジャが現れ、デビッドこそ不滅の肉体を持つ存在だと告げる。最初は疑うデビッドだが、息子が見守る中で限界を超えた重りのベンチプレスを持ち上げるシーンで、自身の異常な力に気づき始める。この地味ながらも緊張感あふれる演出が、最高にかっこいいんだぜ。不死身の肉体なんて憧れるけど、何か弱点はないのかしら？実は、水が最大の弱点なんだぜ。終盤のプールでの死闘では、その弱点のせいで絶体絶命の危機に陥るんだ。さらに驚くのは結末だぜ。イライジャの手に触れた瞬間、彼がヒーローを探すために、列車事故などのテロを自ら仕組んでいた真の悪役だと判明するんだ。感謝していた相手が、悲劇の黒幕だったなんて戦慄するわね。善と悪の表裏一体を描いた、まさに圧巻の物語だぜ。後のスプリットやミスターガラスへとつながる、
壮大な三部作の起点として絶対に見逃せない傑作なのぜ。第6位、フィフスエレメント、1997年。第6位は1997年の SF エンターテインメント超大作、フィフスエレメントだぜ。この作品は、リュック・ベッソン監督の圧倒的な映像センスと、ブルース・ウィリスらしい人間味あふれるヒーロー像が見事に融合した傑作なんだぜ。この映画、すごくカラフルでおしゃれな印象があるわ。ミラ・ジョボビッチさんのオレンジ色の髪も印象的よね。そうなんだぜ。衣装をジャンポール・ゴルチエが担当しているから、ビジュアルのインパクトは圧巻なんだ。驚くことに、監督が16歳の時に構想した物語を、約100億円もの巨費を投じて実現させた執念のプロジェクトでもあるんだぜ。16歳の時の夢を100億円で叶えるなんて、ロマンがあるわね。ブルースはどういう役どころなの？元特殊部隊の精鋭ながら、今はだらしない生活を送るタクシー運転手の公弁を演じているぜ。オレンジ色のシャツを着てボロボロになりながら戦う姿は、まさにブルースの真骨頂だな。物語の中盤では、青い肌の歌姫ディーバがオペラを歌う伝説的なシーンがあるんだが、なんと彼女の体内に地球を救うための4つの石が隠されていたという展開には度肝を抜かれるぜ。クリス・タッカー演じる超ハイテンションな DJ ルビー・ロッドの開演も、最高に愉快で目が離せないんだぜ。歌姫の体の中に石があるなんて、想像もつかない設定ね。最後はどうやって地球を救うのかしら？それがこの映画の核心だぜ。4元素の石を揃えた後、最後の引き金となる5番目の要素は強力な兵器ではなく、公弁による情熱的なキス、つまり愛だったんだ。歴史の醜さを知って絶望したリールーを、愛の力で救い出すラストは本当に感動的なんだぜ。SF 大作なのに、最後は愛が世界を救うのね。なんだか心が温まるわ。派手な映像と深みのあるテーマが共存する。まさに唯一無二のエンターテインメント作品なのぜ。第5位、12モンキーズ、1995年。第5位に選んだのは、1995年の SF 大作、12モンキーズだぜ。この作品は、テリー・ギリアム監督による独創的なビジュアルと、あまりにも残酷で美しい運命の円環を描いた傑作なんだぜ。12匹の猿？なんだか不思議なタイトルね。ウイルスの謎を追うお話だったかしら？その通りだぜ。なぜこの映画が伝説的なのかというと、散りばめられた伏線が最後の一点に集約される脚本の完璧さにあるんだ。未来から送られた囚人のコールは、人類を滅亡させた犯人と目される組織、12モンキーズを必死に追う。そこで出会うブラッド・ピット演じるジェフリーの、尻滅裂でイかれた開演はまさに圧巻だぜ。当時、2枚目スターだったブラピが、白目を向いて早口でまくし立てる狂気の演技でオスカーにノミネートされるほどの衝撃を与えたんだぜ。観客もコールも、彼が黒幕だと信じ込まされるんだが、実は彼らは動物園のキリンやライオンを街中に放しただけの環境保護団体だったという結末には驚かされるぜ。街をキリンが歩くなんて幻想的だけど、犯人じゃなかったのね。じゃあ本当の恐怖は何だったの？本当のウイルス散布者は博士の助手だったんだぜ。最大の見どころは、コールが幼い頃から見続けていた悪夢の正体だ。空港で誰かが撃たれる光景を少年時代の彼が見つめているんだが、実は撃たれた男こそ、タイムスリップして過去に来た未来の自分自身だったんだぜ。この自分自身の最後を子供の頃に目撃していたという円環構造の衝撃は、一度見たら忘れられないはずだ。最後、ウイルスを持って飛行機に乗った真犯人の隣に、未来の科学者が保険だと言って座っている不気味な幕切れも鳥肌ものだぜ。救いがあるのかないのか、考えさせられるラストね。音楽も印象的だったわ。アストルピア空の不穏な単語や、エンドロールのワンダフルワールドが、滅びゆく世界の皮肉な美しさを際立たせているんだ。まさに、ブルース・ウィリスの演技派としての地位を不動のものにした、SF の極致と言える一作なのぜ。第4位、アルマゲドン、1998年。第4位は1998年のアルマゲドンだぜ。この作品は、ブルース・ウィリスという俳優の不器用な父親像と、
自己犠牲の美学が究極の形で描かれた、世界中が涙した感動巨編なんだぜ。あの有名な曲が流れる映画ね。小惑星が地球にぶつかりそうになるお話だったかしら？そうなんだぜ。なぜこれほど愛されているのかというと、宇宙飛行士ではなく、石油採掘の荒くれ者たちが地球を救うという型破りな人間ドラマにあるんだ。物語は、テキサス州並みの巨大な小惑星を内部から爆破するため、ハリー率いる穴掘りのプロたちが宇宙へ飛び立つ姿を、マイケル・ベイ監督らしい圧巻の映像で描いているんだぜ。石油を掘る人たちが宇宙へ行くなんて、すごい発想ね。ハリーはどんなお父さんなの？腕は超一流だが、かなりの親バカなんだぜ。冒頭、部下の AJ が娘と交際していると知って散弾銃を乱射して追いかけ回すシーンは笑えるんだが、それも娘への愛の裏返しなんだな。エンジンをレンチで叩いて直すロシア式の修理や、掘削者アルマジロで溝を飛び越える劇的な展開など、見どころが満載だぜ。ハラハラするシーンがたくさんあるのね。最後はどうなるのかしら？リモコンが壊れて誰か一人が残る必要が出た時、ハリーはくじで当たった AJ を無理やり船内に戻し、身代わりになるんだぜ。モニター越しに愛娘のグレイスへ別れを告げ、お前は自慢の娘婿だと AJ を認めてスイッチを押すラストシーンは、まさに涙なしには見られないぜ。自分の命を懸けて愛する人の未来を守るなんて、本当にかっこいいお父さんね。ああ、まさに俺たちのブルースを象徴する、最高に熱くて泣ける SF アクションなのぜ。第3位、シックスセンス、1999年。第3位に選んだのは、1999年公開のシックスセンスだぜ。この作品は、映画史に残る衝撃的な大どんでん返しの代名詞であり、ブルースの静かな演技が光る最高峰のサスペンスホラーなんだ。死んだ人が見える男の子のお話よね。ホラーだと思って身構えていたけど、実はすごく切ない物語だった記憶があるわ。ああ、なぜこれほど高く評価されているのかというと、観客を完璧に欺く脚本の巧妙さにあるんだ。上映前には、ブルース本人のサイン入りで秘密をばらさないようにという、異例の注意書きが出るほどの自信作だったんだぜ。コール少年に助けを求めて現れる死者たちのエピソード。例えば母親に毒殺された少女の真相をビデオテープで暴くシーンなどは、恐ろしさの中にも深い悲しみが感じられて圧巻だぜ。あのビデオのシーンは衝撃的だったわね。死者の望みを叶えることで、彼らも救われていくのよね。でも、物語の最後に明かされる秘密は、さらに凄まじかったわ。その通りだぜ。実は、ブルース演じるマルコム自身が、冒頭で撃たれた時に死んでいたという結末には誰もが絶句したはずだ。見返してみると、誰も彼と目を合わせていないし、妻との会話も一度も成立していなかったという演出の伏線には本当にうならされるぜ。最後、心残りを解消して眠る妻に別れを告げ、天へ召される姿には魂が震えるような感動を覚えるよな。ただの恐怖映画じゃなくて、愛と再生の物語だったのね。真実を知った瞬間の驚きは、一生忘れられないわ。驚愕の仕掛けと深い人間ドラマが見事に融合した、まさに不朽の名作なのぜ。第2位、パルプフィクション、1994年。第2位は1994年のパルプフィクションだぜ。この作品は、時系列がシャッフルされた構成の妙と、ブルースの勘の美学が光る犯罪映画の最高傑作なんだぜ。パルプフィクション？なんだか変わった名前ね。どういう意味なのかしら？パルプは安っぽい紙で作られた三文小説のことなんだ。そんな物語を監督が最高にクールに描き上げたのぜ。当時停滞していたジョン・トラボルタを復活させ、ブルースも評価から高い評価を得るきっかけになったんだぜ。ブルースはどんな役を演じているの？落ち目のボクサー、ブッチ役だぜ。八百長試合を裏切り大金を奪って逃走するんだが、理由が熱いんだ。父の形見の金時計を取り戻すために命を懸けるんだ。この時計、ベトナム戦争の収容所で敵に見つからないよう、父から息子へと代々ある隠し場所に秘めて守り抜いたという、家族の絆と執念の結晶なんだぜ。父から息子へと代々守り抜いた。
それは執念というより壮絶な歴史ね。具体的にはどんなシーンがあるの？時計を回収しにアパートへ戻ったブッチは、なんとトイレから出てきた殺し屋ヴィンセントを、出しっぱなしの銃で射殺しちゃうんだぜ。その後、自分を追うボスのマーセルスと共に変質者に捕まって拷問されるんだが、脱出したブッチは日本刀を手にボスを救出し、因縁を帳消しにするんだ。この質屋の地下での展開は痺れるぜ。裏切った相手を助けるなんて、まさに男の意地ね。日本刀っていうのも渋いわ。ああ、犯罪エピソードが最後に一つに収束する構成はまさに圧巻だぜ。ブルースのキャリアでも異彩を放つ、絶対に外せないスタイリッシュな傑作なのぜ。第1位、ダイハードシリーズ、1988年。栄光の第1位は、これを語らずにはいられないぜ。1988年公開のダイハードシリーズだぜ。アクション映画の歴史を根底から塗り替え、ブルース・ウィリスの名前を世界に刻みつけた不滅の金字塔なんだぜ。やっぱりこれよね。お正月やクリスマスになるとテレビで必ずと言っていいほど放送されていたし、まさにブルースの代名詞だわ。その通りだぜ。なぜこの作品が頂点なのかというと、それまでの筋肉隆々で無敵なヒーロー像とは正反対の、弱音を吐き、ぼやきながら戦う普通の男を確立したからなんだ。当時のブルースはテレビのコメディ俳優という印象が強かったから、アクション未経験の彼に破格の$500万のギャラが支払われた時は業界で大きな波紋を呼んだんだが、蓋を開けてみれば世界中が彼の人間臭い魅力に熱狂したんだぜ。無敵じゃないからこそ、見ていてハラハラするし応援したくなるのよね。特にあの高層ビルでの戦いは本当に凄まじかったわ。ああ、中富プラザという日系企業を舞台に、靴を履く暇もなく事件に巻き込まれたマクレーンの裸足の死闘は圧巻だぜ。敵のボスであるハンスにガラスを撃てと命じられ、足の裏を怪我しながらボロボロになって逃げる姿は、見てるこっちまで痛みを感じるほど生々しいんだ。そのボロボロ感を象徴するのが、彼が着ているランニングシャツだ。最初は真っ白だったのに、物語が進むにつれて血と汗とすすでどんどん黒ずんでいく。あの汚れ具合が、マクレーンの苦闘の歴史そのものなんだぜ。無線越しに育まれるパウエル巡査部長との絆や、カウボーイ言葉に由来する名台詞、一匹かえマザーファッカーには、最高に痺れるぜ。最後、背中に銃をテープで貼り付けて油断させる逆転の奇策は、まさに映画史に残る名シーンなのぜ。最も不運なタイミングで事件に遭遇するのに、最後は知恵と執念で解決しちゃう。あのスカッとするカタルシスは、このシリーズならではね。シリーズ化されて伝説となったジョン・マクレーンの奇跡は、まさにブルースの魂そのものだぜ。アクション映画の代名詞として永遠に語り継がれる、最高の一作なのぜ。総評またはまとめ。ブルース・ウィリスの傑作を振り返ってみたが、やっぱり彼にしか出せない人間臭さこそが最大の魅力だったぜ。無敵の超人じゃない。不運にぼやきながらも守るべき者のために満身創痍で立ち上がる姿は、いつ見ても最高に熱いのぜ。本当ね。ボロボロになりながら戦うジョン・マクレーンや、愛のために命を懸けるハリーを見て、改めて彼のことが大好きになっちゃったわ。引退は寂しいけれど、彼がスクリーンに刻んだ不屈の魂は、素晴らしい作品と共にずっと残り続けるわね。その通りだぜ。みんなもブルースの思い出の一作や、忘れられない名台詞があれば、ぜひコメント欄で熱く語ってくれよな。この動画が少しでも面白いと思ったら、高評価とチャンネル登録もポチッと頼むぜ。みんなの熱烈なコメント、楽しみに待っているわね。それじゃあ、最後まで見てくれてありがとう。また次の動画でお会いしましょう。